ARG も3回目を迎え、いよいよ喜びの時間の全貌が見え始めてきました。今回は先日公開された動画閲覧禁止断罪1995について、前半を解説パート、後半を前回紹介した ARG 資料と合わせた考察パートに分けてお送りします。事件後、この動画では喜びの時間直後の PW ことプレストンとニューマン博士の様子が描かれています。冒頭はけたたましいサイレン音と多くの悲鳴から始まります。この描写から、この時点で工場内では非常に大規模な混乱が起きており、多くの従業員が犠牲になった可能性が高い状況であったことが伺えます。この場面で映る野球ボールの部品はサムネイルにも使われていましたが、ただの背景小物ではなく、何らかの意味を持つアイテムであるように感じられます。この点については、以前の動画で用途を考察しているため、詳しくはそちらをご覧ください。続いてのシーンは、喜びの時間開始から3時間後とされています。ラボ内部には、明らかに惨状があったことを示す痕跡が残されています。一方で、目立った遺体が確認できない点は気になるところです。ポピーのセリフを踏まえると、犠牲者たちはその場に放置されたのではなく、プロトタイプ側によって何らかの目的で回収された可能性も考えられます。この場面では、プレストンとニューマン博士が避難している様子が映されています。少なくともこの時点では、2人は命を取り留めているように見えます。Things are quiet out there. Not sure if that's good or bad. Someone will come for us. We just need to sit tight. Jessica? They'll send a team. Specialists, probably. It's going to be one hell of a cleanup operation. 肩を落とすプレストンに対し、ニューマン博士は、この事態を、これまでにも起きてきた実験体の脱走と同じ延長線上で捉えているようにも見えます。彼女は、専門家であるスペシャリストが派遣され、いずれ事態は収束すると信じている様子です。この時点で描かれる2人の温度差は、単なる性格の違いというより、事態の深刻さに対する認識の差を表しており、後の展開につながる重要な伏線になっているように感じられます。喜びの時間から5日後、2人は地図を作成し、工場から脱出するための計画を立てている様子が描かれます。When we get back to that lift, it should be a straight shot to the surface. But back here, see? Does Bio even connect to the executive lift? I don't think it does. Maybe diorama 04, the service shaft to the train terminal, the train... No, all four is facing east. This is backwards. It can't be backwards. It has to connect to... This map can't be right. 地図の詳細ははっきりとはわかりませんが、そこにはプレイ形や棚、シェルフといった表記が確認できます。会話の内容から、とあるリフトまで戻ることができれば、地上まで一直線で出られる可能性があることが示されています。このルートが、彼らにとって限られた脱出経路の一つであったことは間違いなさそうです。その最中、防犯カメラには正体不明の人影が映り込み、不穏な空気が漂います。この時点ですでに、2人が完全に安全な状況にいるとは言い切れないことが示唆されています。そして、事件から10日後、物語は大きく動き始めます。断罪。Once we're out, where will you go? Well, I suppose I'd owe my wife a few explanations, wouldn't I? Not that that makes up for anything. At least you have a life to go back to. Growing up in play care, running back as soon as I had my degree. My entire life was here. That's, Sad? I never thought about it that way. Not until this. ここで明らかになるのは、プレストンには妻がいたという事実です。事件からすでに10日が経過しており、家族が彼の身を案じている可能性は高いでしょう。自宅でプレイタイム社についてどこまで話していたのかはわかりませんが、いろいろ説明しなければならない、という言葉から考えると、孤児を使った実験の実態まで正直に語ることは難しかったのではないかと感じられます。一方でニューマン博士は、プレイケア育ちであり、人生のすべてをプレイタイム社に捧げてきた人物です。その立場ゆえか、彼女は組織のやり方を深く疑うことなく、淡々と会社のために行動してきたようにも見えます。プレイタイム社の闇の部分がわかりますね。やがて、プレストンはある重要な事実を語り始めます。well, maybe this is what we get. All we've done for... You don't have anything to apologize for. We were doing good work. It's not your fault this all blew up in our faces. But
I just couldn't stand by and watch it happen anymore. What are you saying? I didn't know they would. I had no other choice. You let them. You let them. And you didn't think they would do something like this? Tell me this is some kind of joke. My God, how could you do that? Not just me. There were others, and we all knew this wasn't right. I think you know that too. No, don't try to rationalize it just because you got cold feet, because you couldn't stomach the work. Oh, the work. The work was wrong. It's not that simple. You were still a part of it as much as the rest of us. We were supposed.この会話から読み取れるのは、プレストンが喜びの時間に何らかの形で関与していた可能性です。彼の強い落ち込みようを考えると、単なる被害者意識ではなく、自らの行動に対する罪悪感や、会社に不信感を抱いていた数名と、喜びの時間を起こしてしまった後悔から来てるのかもしれません。彼が冒頭からあれほど打ちひしがれていた理由も、ここで初めて腑に落ちてきます。ニューマン博士の、あなたも他のみんなと同じように関わっていた。という言葉は、プレストンの暴露に対して、彼女自身もどこかで同じ立場にあったことを認めているようにも受け取れます。むしろ、プレイタイム社の行いを正当化してきたのは、ニューマン博士の方だった可能性すら感じられます。違和感を覚えながらも、会社に人生を捧げてきたがゆえに、簡単には割り切れない。そんな単純な話ではない。という言葉からは、彼女自身の中にあった葛藤や迷いがにじみ出ているように思えます。やがて、ハギーが2人の存在を察知し、襲撃が始まります。プレストンはニューマンを探しながら部屋から飛び出します。その直後、彼は謎の存在と衝突し、ビデオカメラは地面に落下します。次の瞬間、そのカメラを何者かが拾い上げ、映像はそこで途切れます。プレストンとニューマン博士は、その後どうなったのか。この映像だけでは、2人の安否は明らかになっていません。ここから先は、ARG 資料も踏まえた考察パートに移っていきます。3人目。では次に、ARG で見つかった資料からもう一人の存在について触れておきます。プレストンは映像には映っていない出来事を日記として記録していました。これは二人が地図を見ながら避難経路について話していたその前日の出来事です。8月12日、ポピードールが私たち3人全員を見た。この一文からこの時点でポピーと遭遇していたことがわかります。さらにポピーから忠告を受けたことでニューマンたちは事態をより深刻に受け止め、本格的に避難経路を探す行動に移った可能性が考えられます。ここで注目したいのが、3人全員という表現です。映像上ではプレストンとニューマン博士の2人しか確認できませんが、この記述から考えると、当時その場にはもう1人、同行者がいた可能性が浮かび上がります。候補として考えられる人物は複数います。喜びの時間において、プレストンと共謀していたとされるステラ、あるいは、ラボ内に残っていた可能性のある人物として名前だけが挙がっている科学者のグレース、そしてソーヤー博士から実験を引き継いだとされるホワイト博士です。ただし本当にこの場に誰がいたのかは現時点では断定できません。映像自体が監視カメラ映像ではなく誰かが撮影していた映像である点を踏まえると撮影者としてもう一人存在していた可能性も考えられます。とはいえこれ以上踏み込むための決定的な情報は今のところ見つかっていません。この3人目の存在については、あくまで現段階では推測の域を出ないという位置づけになります。PW は主人公ではない。先ほど触れた通り、プレストンとニューマン博士は、すでにポピーと遭遇していたことが示されています。この事実は、これまで多くの支持を集めてきた PW 主人公説に対して、強い疑問を投げかける要素になります。ポピーは、その場にいた人物たちの顔をはっきりと認識している存在です。そのため、プレストンの顔についても当然把握していたと考えるのが自然でしょう。では、なぜチャプター3でポピーは喜びの時間についての VHS をドヤ顔で主人公に見せてきたのでしょうか。もしプレストンが主人公だった場合、彼はすでにその惨状を知っているはずです。ポピーの語る、有罪も無罪も全員殺された。
という言葉を踏まえると、この動画はプレストンが有罪の立場にあることを突きつけられている描写とも受け取れます。タイトルである断罪は有罪の判決を下すことを意味します。この映像に登場する2人の科学者は、少なくとも物語上では裁かれる側として描かれている可能性が高いように感じられます。個人に手を出したという行為そのものがどのような事情があったとしても簡単に清算できるものではないことが強調されているようにも見えます。この点についてはニューマン博士自身も、あなたも他のみんなと同じように関わっていたと語っており、プレストンだけが特別な存在ではないことが示唆されています。また公式設定として幻覚や幻聴の作用を持つ赤い煙の中で聞いた逆再生ラジオの内容を前提とするならば、喜びの時間当日、彼は工場内にいたことからこれに当てはまりません。彼はソーヤー博士と共に仕事をしていた経歴もあり、ソーヤーに顔を覚えられていたとしても不自然ではありません。ショート動画でも触れましたが、誕生日の一致についても必ずしも物語的な意味を持つとは限らず、偶然である可能性は十分に考えられます。実際コメント欄には同じ誕生日の視聴者も存在していました。さらに今回の ARG 資料に含まれていた謎の人物によるメモ書きからもプレストンの死を示唆しているように読める表現が見受けられます。プレストンが喜びの時間で死亡した場合、彼が公式ストーリーブックで話していたとある事件は実際には劇場事件であり、喜びの時間ではなかったことが証明されます。主人公の正体については過去の動画でも何度か考察していますので、詳しくはそちらをご覧ください。新キャララストでプレストンが落としたビデオカメラを拾い上げる正体不明の新キャラが登場します。その姿はララバイルームで見切れた赤いマスコットを彷彿とさせます。この新キャラの行動を見ていくと、少なくともこの場面ではプレストンを即座に殺害する意図はなかった可能性が考えられます。プレストンが転倒した直後、彼にとどめを刺すのではなく、落ちたカメラを冷静に拾い上げているからです。もし殺すこと自体が目的であれば、最優先で彼を襲っていたとも考えられます。この点からラボ内にいる実験体たちは無差別に人を殺す存在ではなく、何らかの明確な目的を持って行動していた可能性が浮かび上がります。その目的はプロトタイプの指示による役割だったのかもしれません。この構図にはポピーも含まれているのでしょう。ポピー自身が中立的な立場をとっていたことで、そのプロトタイプの命令に全面的に賛同しているわけではなく、状況的に半ば強制される形で従わざるを得なかったという見方もできそうです。ではこの新キャラを含む実験体たちの目的とは何だったのでしょうか。一つの可能性として考えられるのが監獄への投獄です。生き残っていた科学者や従業員たちを捕らえ、プロトタイプの仕事に関わる被験体として扱うことが目的だった可能性が示唆されます。この点についてはチャプター4に登場したコールの日記とも共通点があります。そこには喜びの時間の最中、巨大な何かに床へ押さえつけられ、そのまま牢屋に入れられたという記述が残されていました。新キャラの見た目や行動を重ね合わせると、彼の役割は殺すことではなく、生かしたまま捕らえ閉じ込めることだったとも考えられます。さらに ARG 資料に登場したロングサイドアウトイマルズから着想を得たことを踏まえると、喜びの時間以降、何者かが見せしめとして従業員たちを実験材料に使っていたことを匂わせているようにも感じられます。こうした点を総合すると、この新キャラは少なくとも物語上ではプロトタイプ側の陣営に属する存在である可能性が高そうです。そしてチャプター5では主人公を殺すのではなく、捕らえる役割として立ちはだかる存在として描かれるのかもしれません。チャプター5で完結？この動画の中では脱出経路についても触れられていました。一見すると補足的な情報にも見えますが、ここにはどのような意味が込められているのでしょうか。そもそもこのシーンは本当に必要だったのでしょうか。地下にあるラボから地上へと一直線で戻る手段としてリフトの存在が示されています。この描写は主人公がラボから脱出し、再び地上の工場エリアへ戻る可能性を示唆しているように感じられます。仮にそうだとすれば、戻ってくる場所はチャプター1で登場したハギーのいるロビーなのではないでしょうか。そのロビーで印象的なのがハギーの背後に掲げられているイノベーションという文字です。これはプレイタイム社の中核を担う開発部門の存在を示しているとも考えられます。もしこの開発部門のさらに奥に研究施設であるラボと直結するリフトが存在しているのであれば、ロビーに戻った主人公がこれまで開かずの間だった扉の先へ向かう展開も想像できなくはありません。この考え方を補強する要素として挙げられるのが
ディスコードで変更されたトップ画像です。あの画像はチャプター1の看板をリメイクしたものであり、単なる再形ではなくグラフィックが向上し、全体的に洗練された印象を受けます。ではなぜ今このタイミングでその看板をリメイクする必要があったのでしょうか。単なるデザイン変更や雰囲気作りという見方もできますが、伏線王であるモブが本編に全く関係のない要素にリソースを割くとは考えにくいです。そう考えると、この看板の調整は主人公が再びこのエリアに戻ってくることを前提とした演出であり、チャプター5のグラフィックに合わせた布石として機能している可能性もありそうです。以上を踏まえると、チャプター5は地下のラボから地上へと戻り、物語が一つの区切りを迎える章として描かれるのかもしれません。少なくとも喜びの時間をめぐる一連の出来事についてはこのチャプターで整理され、完結に近い形を迎える可能性が示唆されているように感じられます。この考察が参考になった方はチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。また皆さんの意見や別の見方があればぜひコメントで教えてください。